はい、というわけで IKEA でこちらカラックス買ってきました。買ってきたというか郵送してもらったんですけど、でもともとこのリビングの後ろ側ソファーなんですけど、ソファーには重みがあって、でキッチン側はちょっとこういろいろ物が多くてごちゃごちゃしてるような感じだったのに対して、このテレビの下っていうのがすごいすっきりしすぎてたんですよ。なんでここに何か置けないかなってずっと考えてたんですけど、でいろいろインスタグラムとか YouTube とか見てた時にこのカラックスっていう商品が目に留まって、でいろいろなんかアレンジも効くアイテムだったんで試しでちょっと購入してみたら結構気に入っちゃいました。でなんかここに扉をつけたりとか引き戸つけたりとかなんかいろいろできるみたいなんですけど、あえて今は何もつけてない状態です。でインスタグラムとかピンタレストとかで探すとアレンジというか IKEA ハックみたいなやつが出てきて、でこの上のところに板を貼り付けたりとか、足になんか IKEA じゃないものオリジナルのものを取り付けて台にしてたりとかっていういろいろこうアレンジができる感じだったんですよ。でこの中を例えば塗ったりとか、外もそうですけど全部色変えたりとかしてる人とかも結構多くって、なんかそういう感じで自分でいじっていければ飽きもしないのかなと思って購入しました。で今はこのテレビの下にあって、雰囲気もすごくいいのでこのままここで使おうかなって思ってるんですけど、例えば引っ越ししたりとかちょっとこのインテリア飽きたなっていう風になった時もこの大きさだったらいろんなところで使えれるなと思ったのと、これ横で今置いてるんですけど縦にも置けるし、いろんなところで要所要所で使っていけるかなって思ったので、それも購入の決め手の一つでした。うちはこの子と一緒に暮らしてるので、だから下にちょっとこう噛まれるようなものとかは置けないんですよ。なんであんまりこう変に飾ったりはせずにシンプルに使っていこうかなっていうふうに思ってます。でも本当部屋がすごいいい感じにまとまったのでこれおすすめです。新生活始める人とか引っ越し考えてる人とかいたら結構この子いいかもしれないです。ちなみにこれ1段なんですけど、2段のこんぐらいの高さかな、2段とか3段とか、あとはボックスタイプ、これ長方形ですけど普通のこうボックスタイプのものとかもあったりするんで、その辺も部屋に合わせて購入してみたらいいかなというふうに思います。
けでカラックスに足を取り付けてより部屋に馴染むような感じに仕上げてみました。うちの家具の足は基本的にはシルバーで統一しているので、このカラックスにつけた足もシルバーのものです。ちなみにこれは Amazon で購入しました。動画の最初の方でも説明したんですけど、このカラックスっていうアイテムはすごくアレンジの効くアイテムになっていて、実際こういう風に別売りの足をつけてみたりとか、IKEA でこのカラックス専用のここの扉だったりとか引き戸だったりとかつけることもできますし、ボックス入れたりとかもできますしっていう風にいろいろ本当にアレンジができるアイテムなので、これから新生活始めるっていう方だったりとか、ちょっと今のインテリア飽きたなみたいな人だったりとか、引っ越し考えてる人とかにはすごくおすすめなアイテムです。これ単体だけで置いちゃうと少しやっぱりチープさが出ちゃうんですけど、ちょっとだけアレンジ加えるだけですごいオリジナリティも出るし、自分の部屋とかにもアレンジ次第では馴染んでいきやすいアイテムなのかなっていうふうにすごく思います。昨日このカラックスに足をつけた後、ちょっと仕事の関係でもう一つ家があったんですけど、そこから家具とかも全部取ってきて、このテーブルだったりとか椅子だったりとか、後ろにもまだあるんですけど鏡だったりとかそういうの持ってきたので置いてみたらすごいいい雰囲気になったので、やっぱりこれ買ってよかったなっていうふうに思いました。インテリアってなんか SNS とか YouTube とか見ているとおしゃれだなとか素敵だなって思うインテリアのお家ってすごいいっぱいあるんですけど、でもいざ自分がそこに住むっていう風になってもきっと自分には馴染まないだろうなっていう風に思っていて、っていうのもそれはその家に住む人の生活動線だったりとか、そのライフスタイルみたいなものが部屋に反映されてるからこそすごい素敵に見えるっていうのもあると思っていて、僕はインテリアコーディネーターでもないし、インテリア自体がすごい上手なわけではないと思っていて、ただ住んでいる僕たちがすごく居心地のいい空間にしようと思ってインテリア組んでます。で今回実際にこういう風に買ってみて、ですごく良かったので共有してるんですけど、今後もなんかこういう感じで買って良かったものだったりとかがあったら共有していこうかなっていう風に思ってます。で家具とかもようやくこの家に帰ってきたので、次の動画ではルームツアーを撮ってみようかなっていうふうに思ってます。見たい人がいたら次の動画もぜひ見に来てください。今回の動画も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。なおでした。